こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本好き見させてもらい、部屋についたライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はレオさんとしぼさんです。よろしくお願いします。お願いします。そしたらじゃあお二人について自己紹介をお願いします。はい、イラストレーターのレオです。ガーデンの仕事をしている志望です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が間取りでいうとどういう間取りになるんでしょうか。間取りは 2DK になるんですけど、ここにもともと襖があったんですけど、それを外して 1LDK 風のお家にしてます。平米数でいうとどれくらいなんですか。40平米ぐらいですね。40平米ぐらい、はい、ということで団地暮らしはいということで、いろいろアイテムもかなりたくさんあると思うので、そのあたりのこだわりお話いろいろお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず最初、じゃあ玄関の方からちょっとお聞きしていきたいなと思います。はい、まずこちらのスペースでこだわったポイントがあればちょっとお聞きしたいんですが、はい、どんなところをこだわりましたか。でもまず最初引っ越してきてこっちの空間作りすごい頑張ってたんですけど、どうしても床が気に入らなくって、それでちょっとリメイクシートを買って自分たちで貼り付けて頑張ったっていうのが一番大きいポイントですね。これはだいたい貼り付けるのにどれくらいのお時間かかったんですか。でもどれぐらいかな、半日もかからんぐらい、午前中から始めてちょっと過ぎたぐらいなので多分6時間ぐらい。でも意外とそれぐらいではあるんですね。もともとはこっちのリビングと同じ色だったってことですか。そうです。じゃあだいぶ印象が変わりましたね。そうなんです。あとなんかこの周りでこだわってるポイントとか何かあったりとかしますか。お気に入りとか。でもちょっとね、玄関入ってすぐに見える洗面のスペースがもう本当に見せる収納みたいな風にしてて、普段使うスキンケアのものとかもなるべく見えっぱなしでもこう空間に馴染むような感じでセレクトしています。結構この突っ張り収納というか、そういうのはいろんなところで使われてる感じですか。そうなんです。ドロワラインっていうおしゃれ突っ張り棒とよく言われてる商品なんですけど、ここにも1本、この玄関だけで3本あるんですけど、ここに横突っ張りのやつと、あともう1個ここに縦突っ張りのやつがあります。こっちの、じゃあちょっと洗面の方にも行きたいんですけど、この辺はすごいパッケージとかも洗練されてるデザインのものとか結構多いですね。ありがとうございます。ちょっとそこはこだわっててっていうか、最初だけ可愛い空間に馴染むような洗練されたパッケージのものを購入して、で継続して使うのって結構大変なので、中身がなくなったらちょっと市販のものに差し替えて使ってる経済的な感じですね。でもなんかパッケージがこうかっこいいだけで、だいぶこう印象も変わりますよね。そうですね。もうなんか日々使うものなので、毎日目に入れても痛くないっていうか、もういい空間やなって思いながら朝の準備したりとかしてますね。あとこの辺はそれこそここにもレールがあったりとか、その辺もなんかちょっと面白いあれですね。あれですね、このお部屋というかこの空間自体が、こっちにお風呂場があるんですけど、洗面じゃない、玄関兼こう洗濯とかランドリースペース兼お風呂場の脱衣所を兼ねてるスペースなので、多分ここが脱衣所の仕切りになるようなカーテンレールがもともとついてて、でも普段はあんまり使ってなくって、この洗濯雨の日とか室内干しする時にここにかけて、除湿機かけて乾かすっていう、結構なんていうんですかね、ランドリースペースみたいな使い方もしてます。わかりました。あとちょっとじゃあ奥の方に少し移動していただきたいなと思うんですけど、奥がこれトイレということで、トイレもすごい日当たりも良くて、なんか色味はたくさんあるトイレですね。そうなんです。
よくお家に人を呼ぶことがあるんですけど、皆さん気を使ってあんまりトイレを使われないことが多いんですけど、私としてはむしろガンガントイレ使ってほしいと思っててはい、結構なんていうんですかね、ちっちゃいスペースだから可愛くするのも楽しいし簡単だしで、結構こだわってますね。それこそトイレットペーパーとかもすごいカラフルですけど、あれどういう感じになってるんですか？あれはフライングタイガーで売ってるペーパーナプキンを使ってトイレットペーパーをくるんでるので、トイレットペーパーの在庫がこう可愛く収納できるっていうアイデアです。確かにこれだったら普通にもう裸でなんかトイレットペーパー置いといても許せますね。そうなんですあとは壁側の方にはチェキですか？たくさん貼ってありますがこれは2人の思い出とかを取りためてるもので、トイレ入った時にみんなに私たちのメモリー見てもらうみたいな感じで貼ってますね。なんかこの中で思い出に残ってるものとか特にあったりしますか？でもこのパリに行った時は2人で初めてその社会人になってからお金貯めていった海外旅行で、やっぱお金がなかったんで貧しい旅にはなっちゃったんですけどでもすごいいい思い出だなと思って、ここはお気に入りですね。じゃあ今後もここは壁が一面チェキになっていくって感じなんですかね？そうなりますわかりました、ありがとうございます。はい、あとはこっちの反対側、ここの窓って言ったらいいんですか、ガラスって言ったらいいんですか、ここもだいぶ特徴的ですね。そうですね、多分古い物件特有の窓だと思うんですけど、私はここがすごい好きで、朝もこっちから光が漏れてて綺麗だし、でお風呂上がりとかもこっち真っ暗にしてるんですけど、このダイニングリビングからの光が漏れて、その置いている鉢とか食器のカラフルな影がこう映っててすごい癒されますね、日々見てて。あとご自身のイラストもここにそうなんです。貼られてるということで、先日初めてそのイラストレーターとして初めての個展をさせていただいた時に作ったグッズで、これはなんかどういうコンセプトのアートというかあれなんですか、イラストなんですか？これは私がその母の実家が東北の方なんですけど、その帰省したタイミングで帰り銭湯に入ってから夜行バス乗ってこっち帰ってくるっていうスケジュールやったんですけど、その銭湯に入った時に体のラインがぐにゃぐにゃになってて、それがすごい面白くって作品にしたいなと思って、あとは服が好きなのと、今アルバイトしてるんですけど、レコードの検品のバイトしてて、だからこれは自分的にはレコードっていうアルバイトを象徴してて、なんかいろいろお風呂の中で好きなこととか会社というか仕事のこと考えてるみたいな絵になりますね。後ほど多分リビングとかにもいろいろご自身の作品とかあると思うので、そこでもまたちょっとお話をお伺いできればなと思います。あとはそこの奥のここの壁側の、これはどういう感じになってるんですか？これはさっき言ってたチェキでパリに旅行に行った時に、そのフランスにピローヌっていう可愛い雑貨屋さんがあって、そこでたまたま見つけて、日本であまり見ない商品だったので買ったんですけど、もともとはこのワイヤーの部分とお花のマグネットだけがついてる商品で、それにいろんなものをこうやってくっつけたらいろいろ飾れるっていうものになりますね。でこれパリの後ロンドンにも旅行に行ったんですけど、その時に向こうって日本と違ってすごい乾燥してるので、ヨーロッパが、でのど飴欲しいと思って買ったパッケージをずっと置いてるこれ日本でも売ってるんですけど、私としてはすごい思い出深い、なんていうんですかね、パッケージなので飾ってますね。わかりました、ありがとうございます。続いてリビングの方を紹介していただきたいと思うので、ちょっと中の方へ案内してもらってもよろしいですか？どうぞお入りください。こちらがもともと2
2部屋に分かれてたってそういうところですですよね。そうですね。こっちが今みたいな感じなんかな、うん畳ですね。はいはい、ちょっとこちらのお部屋のこだわったポイントからお聞きしたいんですけど、はいどんなところこだわったというか何かありますか？こだわったところでもともとがこういうちょっと古い建物なので、なるべくたくさん小物を使ってこう部屋の雰囲気をガラッと変えたいなっていうのがあって、割と所狭しと雑貨とか普段使うものとかが置いてあってですね。じゃあちょっと細かいお話いろいろ聞いていきたいなと思うので、いまずじゃあこちら手前側からちょっと聞いていきたいなと思います。はい、まずここは家電系があすごいまたカラフルでこれもデザイン性があるというかあれですね。そうですね。プラスマイナスゼロっていうメーカー、初めて聞いた。こういう結構洗練された家電がたくさんあるブランドなんですけど、そこで今は多分売られてないこれサーキュレーター、緑色のサーキュレーターって見たことないと思って見たことないですね。で置いてるだけでもやっぱりなんかすごい可愛いんで、緑色のサーキュレーターと、あとこれが掃除機です。赤色でこれは多分今も売ってて、パワーはそこまでなんですけど軽くてすごい使いやすいんで、私掃除がすごい好きで毎朝掃除機かけてるんですけどもう毎日使うならもう全然ちょうどいい、可愛くて軽くていい感じの掃除機ですね。はいはい、ここの辺の家電はお値段感的にはどうですか？でも掃除機が多分1万円ちょいくらい、1万5,000円してないかなぐらい、サーキュレーターも多分1万円はいってなかったと、そんな高くなかったと思うんですよね。なんかこんな結構素敵なデザインなのにどの商品もそんなに価格帯はなんかお値段張ってなかった気がします。すごいいいアイテムですね。はい。そしたらじゃああとお隣か行こうかなと思うんですけど、こちらの黄色いラック、はい、まずこのラック自体はこれどちらの？これはもう IKEA ですねこのラックに今4段いろいろ置かれてるということで、はい、ここはなんかざっくりどういうものを置いてるというか、はい、カテゴリー分けとかされてるんですか？うち植物がいっぱいあるんで、上の棚に目につくとこなんで植物と絵とかなんかちょっと見せれる系の小物を置いてたりしてて、で2段目も割とそういう使い方してもなんかディスプレイみたいな感じ、で3段目が普段使ったりするパソコンとかノートとか筆箱とか置いてますで一番下がその絵の具とかキャンバスとかが入った画材セットみたいなのを入れてて、一番下にプリンター置いてるみたいな感じですね。あ、本当だ。はい。なんかこのスペースでお気に入りのアイテムとかがあれば、はい、ちょっと 1,2 点なんか聞きたいなと思うんですけど、はい、何かありますか？でもこの手帳カバーがあるんですけど、これほぼ日手帳とミントデザインズっていうブランドがコラボして出してた手帳カバーで、多分今も売ってると思うんですけど、もともと中身はほぼ日手帳だったんですけど、あまり日記書かないんで今は中身無印の真っ白いノートのカバー代わりにして使ってますですね。あとは奥の方とかは、カーテンというか布、はい、まあちょっとこの部屋いろいろ見渡すと、はい、カーテンと言われてるものが使われてないような気もするんですがそのあたりのこだわりとかはあるんですか？カーテンよりもこういう布生地の方がいろんなデザインとかこういうダイナミックな絵が描かれたものとかが多いので、カーテンよりも軽やかな感じがするんで、部屋がちょっと軽いっていうか明るく見える感じなので、もうカーテンは使わずに私は間仕切りとかそのカーテンも全部布を使ってます。これは結構昔の IKEA で出てた生地で、もともとこの布欲しいなと思ってたんですけど手に入れそびれて今売ってなかったんでメルカリでめっちゃ探して手に入れた。見つけたんです。そうなんです奇跡的に、しかもこんな大きいサイズで売られてる方がいて、ちょうどですもんね。そうなんですよ、親のサイズ、奇跡の一品
こっちはマリメッコの生地、うん、でこれも、マリメッコってちょっとやっぱりお値段張っちゃうので、これもメルカリで探してちょっと長かったんですけど、大きい布が売られてたんで、これはメルカリで買いました。はい、続いてが、このベッド側、はい、この奥の壁には、レオさんのはい、作品がたくさんはい、あると思うんですけど、はい、この辺りをたくさん作品の数もありますね。そうですね。その先日初めて個展をさせてもらった時にその制作した絵になります。ここにあるものが個展で全て展示されたもの、一部ちょっと3点ぐらい関係ないものあるんですけど、大きい絵は全て展示してたものですね。なんかその時の個展は何かコンセプトというかテーマというか何かあったんですか？そうですね。あれが個展のメインビジュアルの絵になるんですけど、私今までその言語化とかがすごい得意じゃなくって、割と感覚で絵を描いたりとかしてたんですよ。なんとなくこれ可愛いから描こうみたいな感じにしてたんですけど、なんか逆にその誰かの作品展とか見に行った時にコンセプトとかストーリーとかあるんですかって聞いたら、いや特にないんですけどって言われたら、なんかあった方が面白いのになって思う自分がいることに気づいて、なので初めて個展するからにはなんとなくじゃなくてちゃんと意味合いとかつけた作品を描こうと思って、でその個展のタイトルがサムハウっていうタイトルだったんですけど、なんか英語でなんとなくみたいなそういう意味があるので、なんとなくっていうのをやめようねみたいな感じでつけたタイトルになりますね。はい、そしたらちょっとなんかお気に入りの今回の個展の作品とかがあれば、はい、ちょっとその作品についてなんかお話とか聞いても大丈夫ですか？はい、じゃあ下側にある裸みたいな絵なんですけど、あれのタイトルがシンデレラっていうタイトルで、モチーフが全部女の子のモチーフばっかしなんですけど、スラッとした女の子のイラストとかが結構世の中に溢れてたりして、なんかあまり親近感が湧かないので、スラッとしてスタイルの女の子じゃなくてちょっとムチっとしてて、そんなにメリハリのあるボディじゃない子を描こうっていうのがあって、でそのシンデレラっていうタイトルにしたのがシンデレラバストっていう言葉があるんですけど、あまりお胸が豊かじゃない方に対して言う言葉っていうかそういうワードがあって、それ作品にしたら可愛くなるかなと思ってそれであんな風になったっていうですね。はいはいはい。ここの個展の作品とかっていうのはどっかで購入とかできたりするんですか？はい、オンラインで販売中です。本当ですか？はい。じゃあもし気になる方はぜひはい、アクセスしてください。わかりました。ありがとうございます。あとはじゃあちょっとベッド周りの話も聞きたいんですけど、これなんかベッドフレームも緑、そうです。可愛いですね。緑色が、私も夫も緑色が好きなので緑色、IKEAのラックも緑色ですね。これちなみにベッドフレームはどちらで？IKEAです。IKEAで。今は多分もう白とか黒しか多分見たことない気がしますね。一時的にグリーンが売られてて買いました。この辺結構ベッド周りとかも何かこだわりというか、あったりしますか？こだわり、でもこの枕カバーなんですけど、これは私たちが結婚した時に友達が結婚祝いでオーダーメイドしたその刺繍入りのタオルを送ってくれて、でここに書いてるのがしぼえるって書いてるんですけど、その夫の名前がしぼで私がレオっていうのでしぼえるっていう造語を私が作っていて、それを友達も知ってくれてたんで刺繍して送ってくれたっていう感じですね。ふわふわなんでめっちゃ気持ちいいんです。デザインも可愛いですね。はい。あとは、その頭の上か、野球のユニフォームがあると思うんですけど、これはちなみにどちらのチームのユニフォームですか？オリックスバファローズが近鉄バファローズの時のユニフォームで、
ここの袖のところの牛のロゴは岡本太郎がデザインしてるマークですね。はい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 。あとは頭上にあるはいこの正面、はいこちらについてもお聞きしたいんですけど、はい、これはどちらのアイテムですか？これ IKEA ですね。電球もこのコードも全部 IKEA です。はいはいはい。これなんか巻き方もすごい工夫されてますね。そうなんです。なんかそのままだと長いのと巻き取るパーツみたいなのが割れちゃって、でコード巻き方おしゃれで調べて出てきたやつでくるくるしました。結構簡単にできます。これでもいいですね。余った分これ巻いてそうなんです。可愛くなって。はい。はい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 。ではじゃあ続いてこちらに、いらっしゃるパートナーのインコちゃんはいについてちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、はい。お名前は何て言うんですか？名前は山口ポミエちゃんです。名前が山口ポミエちゃん。はい。フルネームでつけました。フルネームなんですね。はい。男の子です。ポミエなんですけど、この間でちょうど4歳になりました。4年前から一緒に住んでます。色もなんかうん青っぽい感じ。はい。どうなんだろう。普通に結構いるんですか？色と。なんかね、そのボタンインコっていう品種なんですけど、ペットショップとかであんまり見かけないのと、いたとしても色が違う黄色とかオレンジとかのカラフルな子が多くて、あんまりこのブルーのボタンインコはいないですね。なんか珍しいってわけじゃないと思うんですけど、あんまり見かけないのと、私的にこの色がすごい綺麗だなって思ったのと、頭がグレーでなんか鳩っぽくて可愛いなと思ったんでいいなと思ってお迎えしましたね。すごい元気ですね。元気です。パワーがはいみなぎってますね。わかりました。はいありがとうございます。はい。では続いて反対側行こうと思うんですけど、こちらが、レコードとかが置いてあるスペースということで、はい。結構音楽もお好きなんですか？そうですね。昔の音楽とかが結構好きで、マドンナがめちゃくちゃ好きで、80年代ぐらいのマドンナがすごい好きで、そういう80年代のアーティストのレコードだったりとか、あとはこれ美月っていうアーティストの方のレコードなんですけど、これもすごいお気に入りでマドンナはこの多分ファーストアルバムに入ってる曲がもうすごい全部好きな曲ですね。なんかあまり自分らしくない言葉なんですけど、結構上がる感じの上がる感じ。はい、上がる系の曲ですごい好きです。はいはい。結構志保さんも音楽は聞かれるんですか？そうですね。僕も結構好きで、10年ぐらい前とかにちょっと大阪の京セラドームでポール・マッカートニーが来日して、でそのライブを親と一緒に行ったんですけど、そっからビートルズに結構ハマって、リンゴのグッズとかいろいろ家にあるんですけど、好きなアルバムはこの上にある、上にもある。はい、ここも飾ってるんですけど、この「リボルバー」っていうアルバムが、曲もこのジャケットもすごいかっこよくて、はい、それが一番好きですね。はい。で結構お二人とも微妙にちょっと音楽の聴くジャンルというか。違う。けど一緒。日本の曲あんまりお互い合わんけどさ、邦楽。そう洋楽は結構な合うやんな。だから意外とこういう洋楽は合いますね。はい。結構音楽それこそレコードで聴かれると思うんですけど、プレイヤーとかもなんかこうそれに合わせてセレクトというかされたりとかありますか？これは初めて私たちが同棲するってなった時に引っ越し祝いでいただいたプレイヤーなんですよ。天棚のスピーカー内蔵されてるプレイヤーで、だから外付けのスピーカーがなくても線つないでレコードさえあれば聴けるみたいな。楽ですよね。そうなんです。それをプレゼントしていただいて、結構これがきっかけでレコードをちゃんと集めるようになったので、思い出の品というか大事なやつです。あとここはあれですね、洗面台とかでも使われてたはい。
この突っ張りラックはい、ドロワこちらでライン、も登場してますね。そうなんです。私前職前働いてたところがこのドロワラインとかを作ってる平安振動工業っていう会社に勤めてて、でその時にこの商品を知って、白色と黒色があるんですけど、私は白色が好きで、白色はいい感じにこう空間に馴染んでくれて、かつ置くものもすごい引き立ててくれるので、すごいお気に入りです。賃貸でもつけれるんで、うんうん、しかもこれ照明とかもつけられるんですね。そうなんですよ。なんかこういう何やったかな、ライトをつけれるソケットのパーツがあって、でそこにIKEA の大きい電球をつけてて、でも多分電球のままだけでこうやってつけるのはメーカー非推奨の使い方。あ、そうなんだ。そうなんです。多分ランプシェードとか一緒につけて使わないといけないんで、自己責任っていうやつです。はい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 、はいわかりました。そしたらじゃあちょっとこの後ろの方はい行こうかなと思うんですけど、はいこちらのじゃあダイニングスペース、はいちょっと聞いていきたいなと思います。はいまずじゃあこのダイニングテーブルからはいお尋ねしたいんですけど、はい。これはどちらで購入したアイテムですか？これがそのオフィス家具の中古販売してるところでめちゃくちゃ探しまくって価格もサイズ感もいい感じだったのでこれにしました。でも足の雰囲気とかはい、すごくかっこいいですね。そうなんです。ちょっとスチールっぽい。でなんかこの縁がなんか細くなってて外側にかけて、だからあんまりいい意味で重厚感がないっていうか、うんすっきりして見えるんで確かに。お気に入りです。はいはい。でその周りにまあ椅子が3脚あるはいという感じで、はいまあ、ちょっとじゃあ順番にこの椅子とスツールかはいについてもお聞きしていいですか？はいこの椅子はグラフっていうブランドの大阪にあるブランドの椅子で、プランクトンチェアっていう形の椅子があるんですけど、それのミーム MEME って書いてミームっていうそのイラストレーターの方とかが3人でやられてるユニットがあって、そこの方の布を使って販売された限定の1脚で販売されてた椅子で、でもこれはアウトレットで買ったんでちょっと定価よりはお手頃になるんですけど、ここも可愛いんですけど、この足が白色で、普段のプランクトンチェアはこういう白い足のものがないので、それもすごいいいなと思って買いました。どうですか、座り心地とか？めちゃめちゃいいですよ。うん、疲れないですあんまり。結構じゃあここでまあご飯食べたりとか、はい。それこそ仕事とかもあれですか？あ、そうです。普段はこっちのスツールが IKEA のやつなんですけど、それに夫のおばあちゃんが編んでくれた座布団を、おばあちゃん家にあったやつを可愛かったんでこれくださいって言ったら、可愛いですね。そうなんです、いいよって言っていただいたやつを敷いてる。そういうことなんだ。普段私はいろいろご飯作ったりとか家事したりするんで、動きやすいスツールに座ってて、で夫が普段こっちに座ってるっていう感じで、私が家でデスクワークみたいなのすることがあったらやっぱ疲れにくいんでこっちに座ってやるみたいな感じですね。はい、わかりました。あとは、このお家全体的に植物がたくさんあると思うので、はい、ちょっとその話を聞きたいなと思うんですけど、はい、植物の担当は志保さん、はい、って感じなんですかね。そうですね、ちょっと前まで観葉植物の大阪にあるんですけどの観葉植物屋さんで働いてて、で、その時に購入したりとかっていうものが、多くあるんですけど、置いてるものがどういうものがあるかっていうと、そんなに珍しいものっていうのはないんですけど、やっぱりお客さんに、説明する時に実際そのお店で売ってるのを自分の家で育てて、でた方がお客さんにも説得力もあるし、こういう特性、僕の家で、こんな感じで育てているんでこういうのどうですかみたいなのも言えるので、そういう商品というか植物がいっぱいあります。はいはい。はい。で、はい。
種類でいうともう結構数十種類ぐらいありますよね。そうですね、50種類ぐらいそんなにあるんですか？あって外にもあってそうなんだ。はいでそうですね、リースとか前やってて、でリースで弱ってきたのとかを持って帰ってきて復活させたりとか、この辺とかもう葉っぱなかったんですけど復活したりとか。復活できるんですよね植物って。意外とタフなんですよ。あ、そうなんだ。はい一回枯れるともうダメかなって素人目で思ってたんですけど。意外とね強いんですよね。はいとか、はいあとはこれが結構この空間のアクセントというか、結構空間をこう埋める役割もあるこのビカクシダコウモリランっていうんですけど、これはなかなかこのサイズがなくて、でもともとこのポットで売ってたんですけど、お店入ってきてなんかあんまりこのサイズないんですぐ欲しいですみたいな感じで置いといてもらって、でこのワイヤーを自分で真ん中にぶっ刺して、でこの吊るせるようにそういうことか。してて、はい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 。そうですね、シダとか結構好きで、うんうん。でちょっと洗面のとことかに戻るんですけど、にもビカクシダがあって、シダとかあとトイレにもシダがかかってるんですけど、この辺はやっぱり湿気とかにも強いんで、こういうなんですかね、水回りのところに置いてみたりとか、はいっていう感じですね。はいはいはい。はい結構植物、数もそうですけど、あとはプランター植木鉢とかもすごいこうデザインされてるものというか、なんか面白い個性的なものが多いですね。そうですね、プランターはプランターはまたレオさん私食器っていうセラミックブランドユニットみたいなのがあって、でそこのマグカップとかすごい可愛いんですけど有機的な形で、それをやってる方たちが去年の夏にワークショップ開催されてて、でその時に時間内で作り放題だったので、その時私たち可愛い鉢がなかなか見つからないって言ってて、鉢が欲しかったんでもういっぱい鉢を作って、で完成したやつがこういうもうなんか本当に超個性的ですね。なんかそうなんです。なんかガムのやつ、ガム噛んだ後みたいなガム噛んだなんかこれブニブニしてる感じ。なんか確かにガム噛んだ後そうです。あとあれとかもなんか上をカットっていうかみたいな形で卵の殻みたいな。そうですね。なんかその主催されてる食器さんがもうこちら側のモチベーションを上げるのがとてもうまい方だったので、なんかいいですねって言われながらいいんやと思いながらめっちゃメキメキ作ったようなこれもそんな何個もじゃあそうなんです、作れたんですね。いっぱい。へえ、かわいい。すごい。鉢プランター以外にもそうなんです。作ったんだ。はい。ありがとうございます。はい。あとはじゃあまたちょっとこっち側の話聞こうと思うんですけど、はい、この辺結構その家電とか食器とか、うんそういったものもあると思うんですけど、ここも可愛いデザインのものが多いですね。はい、ありがとうございます。この辺はお箸とかフォークスプーンとか普段使うやつをこう見せる風に収納してて、お皿とかも全部なんかお店のディスプレイっぽくやってて、でお気に入りのコップというか器がこの辺、これとかもなんですけど、根本優子さんっていう方が山賊っていう、あんまり詳しくないんですけど山賊っていう名義でこういういろんな器とかを作られてて、私が寅年なので寅年の時に発売された寅のマグとか、あとは羊文学っていうバンドが好きで、その羊文学とコラボした時に作られたやつ
これも羊文学とコラボした時に作られたお皿ですね。これ置いたら家にいい感じになるなっていう風に選んでるんじゃなくて、なんか欲しいと思って直感で、はい、買って、やっぱいい感じになるんやみたいな感じでですね。はいはいはい。あとは個人的にこの下のトースター、はい、これもすごい可愛いなと思ったんですけど、あこれどちらのやつなんですか？これね、トフィー、なんかブランド名なのかちょっとあんまり把握してないんですけどっていうところで 4,5 年ぐらい前の時の型のやつで、私このミントグリーンが好きなのと、トースターやけど可愛いのと、なんか縦型って珍しいなと思って。確かに縦型でこう縦に長いのあんまないですよね。そうなんですよ。でもこれトースター食パン2枚焼けるんですけど、ここでどこの段を焼くか選べるようになってて、でいつもは1人分しか焼かないのに急に2人用のパン焼くってなった時にここにしか選べてなかったら上のパンが焼けてない時がよくあるんで、そこをちゃんと気をつけながら使ってるっていう、すごいスペース取らないんでお気に入りです。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでレオさんとしぼさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後に軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、このお家全体のコンセプト、言葉で表現するとしたらどんなご自宅でしょうか？もうこれは私の頭の中ですまあでも確かにこういろんなものがこう雑多にあるというか、はい、そのものがたくさんあるお部屋っていう感じですね。はい、結構いろんな、植物、家具いろいろ紹介してもらいましたけど、なんかよくチェックするブランドとかセレクトショップとか、それこそなんか最近気になってる、作家さんとかでもいいんですけど、はい、なんかいらっしゃったりとかありますか？いやでもなんか結構ベタな感じなんですけど、やっぱり表参道のヘイとかの空間というか、カトラリーの色の組み合わせとかがすっごい、この色とこの色合わせるんだっていう風にすごい、なんていうんですかね、感化される感じなので、そこはもうよく行って、この組み合わせねっつって写真撮って家で真似したりとか、雑誌とかはポパイとか銀座とかのインテリア特集とかは必ずチェックするようにしてますね。はい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 、わかりました。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあ最後にお二人から何か告知とかがあればはい、していただければなと思うんですが、何かありますか？はい、私はイラストレーターなのでインスタのフォローをお願いしたいのとあとはイラストの仕事を募集してます。雑誌とかウェブメディアの挿絵とかをすごい描きたいのでよろしくお願いします。ぜひね、気になる方は、はい、インスタグラムレオさんのチェックしていただければなと思います。お願いします。しぼさんの方は何かありますか？そうですね、なんかお部屋でこうちらっと映った気になる植物とか、なんか育て方とかあったら、答えれる範囲で答えたりとかするんで、僕らもこっち引っ越してきてまだ半年8ヶ月ぐらいなんで、もしなんかこっちの東京とかに詳しい方がいたらいろいろ教えてください。じゃあぜひお友達になりたい方がいらっしゃったらぜひ DM だったり、コメントしていただければなと思います。お願いします。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはレオさんとしばさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。